優れもん自動車用品のクセです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、カローラアクシオタコメーター取り付け。今回は後付けタコメーターです。そうなの？水温、吸気温、スピード、電圧のデジタル表示もついているのよ。そうなの？すごいのだ。配線は？ OBD コネクターを差し込むだけね。僕でも取り付けできそうなのだ。そうね、コスパと装着性に優れた次世代ゲージよ。カローラアクシオ5速マニュアル。メーターカウルにタコメーター取り付けます。ピボットデュアルゲージ RS タコメーター。適合しているのか確認。ピボットのウェブページから対応車標をダウンロードしています。年式、車種型式、エンジン型式、適合しています。デュアルゲージ RS の内容物です。60パイメーター本体、メーターホルダー、OBD コード、コードの長さ実測値2メートル弱、A ピラースタンド、ネジとナット、両面テープ、クッションテープ、インシュロック、六角レンチ、取扱説明書と保証書。最初にデュアルゲージの動作確認。この車は運転席足元に OBD 故障診断コネクターがついています。エンジンをかけます。 OBD コネクターを故障診断コネクターに差し込みます。5ピンコネクターをメーターの裏側に差し込みます。タコメーター正常です。水温、吸気温、スピード、電圧、切り替え問題ありません。メーターカウル左側、メーターホルダー取り付けできそうです。 OBD コードをダッシュボード内に隠します。作業性向上のためハンドルを下げます。メーターカウル引っ張ります。センターパネルを外す必要があります。傷防止のためマスキングテープを貼ります。 A 門の内張り剥がし、センターパネルのはめ込みを外します。センターパネルを浮かした状態でメーターカウルを外します。メーターカウルを引っ張りはめ込みを外します。運転席足元トリムカバーを外します。スピードメーター外します。メーターホルダーの角度調整、六角ボルトを緩めます。メーターカウルが湾曲しているので貼り付け部分がぴったり合いません。貼り付け部分を曲げ加工します。傷防止のためマスキングテープを貼ります。フライヤーで取り付けステ曲げ加工しました。メーターカウルにぴったり合いました。シリコンオフでメーターカウルと取り付けステ脱脂します。両面テープの不要部分をカットしました。両面テープをヒートガンで温めます。両面テープをステー部分に貼り付けます。メーターカウルに貼り付け側もヒートガンで温めます。メーターカウルにメーターホルダーを貼り付け、しばらく強く圧着。しっかりくっついています。デュアルゲージを仮付け、問題ありません。OBD コードをダッシュボード内に隠すための加工です。プラスチック用の丸型ヤスリ使います。メーターカウルの一部を削り加工。OBD コードの逃がし加工できました。メーターカウルとデュアルゲージを仮付け、問題ありません。OBD コードの OBD コネクター側、スピードメーター取り付け部分の後ろ側から下に通します。OBD コードをインシュロックでリンフォースメントに固定しました。
束ねたコードをダッシュボードの奥側に押し込みます。5ピンコネクタを外側に出しておきます。スピードメーター取り付け、メーターカウル取り付け、逃がし加工部分に OBD コードを通します。次はデュアルゲージを取り付けます。デュアルゲージの側面を脱脂します。デュアルゲージ固定用のクッションテープ、側面に貼ります。エンジンをかけます。OBD コネクタを差し込みます。5ピンコネクタをデュアルゲージに接続します。メーターホルダーにデュアルゲージを装着。角度調整部分の六角ボルトを締め付けます。完成です。メーターとハンドルの距離8センチ空いています。ハンドル操作安全性に問題はありません。メーター表示の電圧は 14.1V。 エンジンはかかっているのだ。バッテリー電圧を測ってみましょう。 14.20V なのだ。水温表示は26度。低水温表示灯がついているのだ。水温表示45度で低水温表示が消えました。純正スピードメーターの表示速度は40キロ。デュアルゲージのスピード表示は36キロなのだ。純正スピードメーターは実際の速度より少し高めの速度を表示すると思うわ。そうなの？エンジンがかかっている状態で電圧 14V。 急に 12.3V まで電圧が下がったのだ。充電制御車ね。充電制御？何それ？この車はバッテリーマイナス端子に電流センサーがついているわね。電流センサー？バッテリーの充電や放電電流など検知してコンピューターに信号を送っているの。そうなの？電気をたくさん使っている時やバッテリーが充電不足の時だけオルタネーターが発電する仕組みになっているのよ。どういうこと？オルタネーターは発電していない時は軽く回るけど、発電時は回転が重くなりエンジンに負担がかかるの。エンジンの負担が増えると燃費が悪くなるってこと？その通り。充電制御は燃費向上と排気ガス対策ね。水温表示は90度なのだ。水温96度で電動ファンが回りました。電動ファン？何それ？ 94度で電動ファンが止まりました。オーバーヒートしないようにラジエーターを冷やす冷却ファンで。僕知らなかったのだ。夜間の視認性もとてもいいわね。綺麗で見やすいのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。僕からもお願いしますなのだ。ご視聴ありがとうなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。